本当は家が汚いんじゃない。心が崩れているんだ。年を取ると部屋にその人の諦めが出る。誰にも会わない人ほど部屋が静かに腐っていく。若い頃の散らかり方とはわけが違う。あの頃は忙しさやエネルギーの裏返しだった。でも50代、60代を過ぎてからの部屋の乱れは違う。それは人生に対する投げやりな気持ちそのものだ。誰にも見られないからどうでもいい。誰も来ないから声でいい。そうやって一枚の脱ぎ捨てた服、一個の空き缶を放置する。その瞬間から自分の人生を少しずつドブに捨てているんだ。私たちは世間体や恥を気にして生きる世代だ。昭和の価値観の中で他人の目を基準に生きてきた。だからこそ誰の目も届かない自宅という空間で本当の姿が出る。テレビから流れる孤独死のニュース。他人事だと思いながら胸の奥が冷たくなる。もし自分が今ここで倒れたら、この散らかった部屋を誰に見られるんだろう。警察か、大家か、それとも疎遠になった子供か。その時、自分の人生のすべてが哀れなものとして処理される。その恐怖が心の底にこびりついている。老後のファン。それはお金の計算だけでは消えない。自分が誰にも知られずに汚れた部屋で消えていく恐怖。そのリアルな地獄を私たちはどこかで予感している。だから私は声を大にして言いたい。この現実から目を背けてはいけない。家をきれいに保つこと。それは私たちが最後にすがる生きるための防衛線なんだ。家をきれいにする人は人生をまだ諦めていない。これが私がたどり着いた結論だ。いつも家をきれいにしている人は決して暇だからやっているわけじゃない。丁寧な暮らしなんていうおしゃれなセカンドライフを送っているわけでもない。彼らは必死なんだ。部屋をきれいに保つことで崩れ落ちそうな自分も必死に支えている。50代を過ぎると人間関係は一気に整理される。会社の肩書きは消え、年賀状の枚数は減る。気づけば LINE の通知が1日中ゼロ。なったと思ったら公式アカウントのセール情報だけ。そんな日が当たり前のように続く。子供は独立し、めったに連絡もしてこない。たまに電話をしても要件だけで切られる。配偶者がいたとしても関係は冷え切っている。同じ家にいるのに会話は飯はあるかあそこに会うだけ。実質的な熟年離婚のような状態で家庭内に孤独が満ちている。更年期が過ぎても体調はすっきりしない。自律神経が乱れ、朝起きるだけで体が重い。健康寿命という言葉が新聞やネットで踊るたびに焦りが募り、自分はあと何年自分の足で歩けるだろう。認知症になったらこの暮らしはどうなるだろう。そんな不安が夜布団に入った瞬間に襲ってくる。深夜テレビの音だけが響くリビング。コンビニ弁当の空箱を見つめながらぼーっとする時間。私の人生一体何だったんだろう。そう思う瞬間が誰にでもあるはずだ。使っていない部屋には数年前に亡くなった親の荷物がまだ残っている。終わり活をしなければ、断捨て離れをしなければ。頭ではわかっている。でも、クローゼットを開ける気力すら湧かない。親の遺品を見るたびに自分の未来を見ているようで胸が締め付けられる。いつ死んでもいい。口ではそう強がる。でもそれは嘘だ。本当は死ぬのが怖い。一人で寂しく誰にも見取られずに消えていくのがたまらなく怖いんだ。部屋が荒れていくのは
その恐怖に心が負けた証拠だ。誰も来ないから、片付けなくていい。どうせ明日も、同じ退屈な一日が始まるだけだから。そうやって、こたつの上に新聞や薬の袋が積み重なっていく。床に落ちた髪の毛を見ないふりをする。この見ないふりが、自らを認知症や老衰の坂道へと加速させる。ここで、一つ残酷な事実を言おう。部屋の荒れ方は、あなたが自分につけた点数そのものだ。汚い部屋で平気でいられるのは、自分の価値をそれだけ低いと認めてしまったからなんだ。誰も来ない家を、それでも毎日、掃除する人がいる。朝起きて、すぐにカーテンを開け、床にワイパーをかける。台所のシンクを、水滴一つ残さずに拭き上げる。なぜ、そんな面倒なことをするのか。それは、世間体のためじゃない。自分が来るはないためだ。家をきれいに保つことで、彼らはまだ私は終わっていないと、毎朝確認している。社会とのつながりが薄れ、年金生活の中で自分の存在意義が見えなくなっても、ピカピカに磨かれた床を見れば、私は今日、自分の環境を支配したという実感が得られる。それは、誰にも脅かされない小さな幸福であり、プライドだ。掃除は自分を孤独から守るための最強のルーティンなんだ。孤独は静かに床の埃となって積もっていく。それを放置することは孤独を受け入れ、自ら心を殺していくことに等しい。家をきれいにしている人は、そのメカニズムを本能的に知っている。だから、体が重くても、自律神経が悲鳴を上げていても、雑巾を握る。それは、自分自身を見捨てないための静かな戦いなんだ。では、私たちはどうすればいいのか。今さら、SNS で見かけるような、完璧なダンスで離れを振る必要はない。ミニマリストになる必要もない。昭和の時代、私たちは物に囲まれることが豊かさだと教わって生きてきた。だから、物を捨てることには、強い罪悪感と痛みが伴う。それを無理に、一日でやろうとするから、心が折れるんだ。まずは、机の上だけでいい。自分がいつも座る場所、そこから見える景色だけを、徹底的にきれいにしてみる。新聞のチラシ、飲みかけの湯飲み、期限の切れた書類。それらをすべて片付け、テーブルを水拭きする。これだけでいい。床に落ちているゴミを見つけたらその場で一つ拾う。ただ、それだけの習慣でいい。後でやろうを止める。その一歩があなたの健康寿命を伸ばし、老後の不安を打ち消す特効薬になる。家をきれいにすることは、心を立て直す、最後の、そして最も確実な行為だ。誰のためでもない。あなた自身が自分の人生を諦めないために、今、目の前にあるものを一つ、元の場所に戻してほしい。人生は、そこから少しずつ、確実に戻ってくる。あなたの部屋は、今、どんな表情をしているだろうか。